にちは。今回はそのビスクドールは恋をする第23話への視聴者の反応をご紹介します。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。ジュジュ様めっちゃええやん。やっぱりジュジュ様をヒロインにするべきだった。やっぱり原作と違う編成に変えてきてたか。やっぱジュジュ様しか勝たん。ジュジュ様は何歳になっても美しい。ジュジュ様のロベリア良すぎやろ。北川さんのやつより好きやわ。ジュジュって有名なコスプレイヤーなのにこういうことは知らなかったのか。素材一本で勝負してたからね。おっさんが女コスしてるのも許されてねえのか。秋葉とかおっさん少女コス増えてきたな。最近のガチャは100円じゃないから困る。本物のガチャって良心的だよな。全部買えば中身は必ず手に入るし。こういう時俺たちは誰からも声をかけられないからいいな。アニメイトにいるような女は同族だぞ。いい巡り合いをしたんだな。仲良し姉妹を見ていると脳が回復する。パンストの悪魔姉妹もいい。バストアップってエロいワードだと思ってたわ。寝転びながら写真撮る妹かわいい。ロ・アングラー真珠。シンジちゃんもローアングラーだったのか。ローアングルおばさんの群れ。小学生アイドルに群がるおっさんオタクを思い出した。パンツ取ってるんじゃないんだな。ローアングラー勢見直したよな。妹ちゃんの男装コスは本当に才能の無駄遣い。本物のオタクって実際に早口でアニメの話するの。おっさんになってからの人生の方が長いんだよな。めっちゃええこと言うオタクお姉さんたちやで。大人だけど全然お金ないよ。コスロもいれば今でも稼げるだろ。ジュジュ様はコスで稼げそう。でも最低限の容姿は必要だろ。コスプレは別に金もらうわけじゃないんだから、自分が満足できればいいんじゃない。最低限の容姿がないと自分が満足するの難しいんでないの。コスプレはわからんが自分は写真に写った自分を見るだけでもげんなりする。学生、気力と時間は有り余ってるが金がない。社会人、気力と金は有り余ってるが時間がない。老人、金と時間は有り余ってるが気力がない。ジュジュ様の家は金持ちだろうから金銭面でも心配はなさそうだよな。ずっと女子校って子たし学だもんな。ジュジュ様の谷巻だ。こいつらジュジュ様の生乳首を見たのか。馬やらしい。谷間のあるジュジュ様は素晴らしいな。思考の領域に近い。これは最高。でもなんか今期は下着シーンはあんまりエッチな感じにならないような演出してる気がする。なんかえらい人気になっちゃったから自重したんだろうな。周りの肉を必死に手繰り寄せて作るちっぱい谷間最高。アキラさんに悲しき過去。スカジャンの子か。コミュ障のあの人か。違うアニメ始まった。アキラちゃんの悲しい過去。人のものを勝手に捨てるなや。お前らは50超えてるのにアニメ見てるよね。さあせ。仕方ないよ。それがどうした。アニメブームの立役者だぞ。40になってもまだアニメ見てたら心配になるわ。ごめんなさい。とっくに50を超えてしまいました。やっと何でキャラが苦手なのかわかるのか。ほんま楽しみにしとけ。妹にバカにされるから隠れてアニメ見てたけど、ニコ動見てた妹の方がアニメ詳しかった。嫌われてるっぽいの気づいてたのか。火の玉ストレート。あなた嫌われてるの。勘のいいやつは嫌いだよ。マリンちゃん嫌われ慣れてるんやろな。マリンの方が大人で草。限界オタクなだけだろこれ。なんだれずとく言うのか。いやまだ理由わからんのかよ。アップにするってことは嫌い嫌いも好きのうち。絶対好きの方だろう。いやよいやよも好きのうち。自分とアニメの趣味が合うやつに出会う確率ってかなり低いよな。当たり前だよ。50代の俺がサイレントウィッチが好きな同年代に出会えると思えない。同じアニオタでも実況民とグッズ集めるタイプは違うよね。コミケでアニメの選択がすごいですねって言われた。そういう場所に行かないと普通にみんな隠してるからな。マリンちゃんが普通にオタ趣味満喫できてるのがモヤモヤするんだろうな。自分ができなかった学生時代に。まあジュジュ様もめっさ塩対応やったしな。
なぜこんなに引っ張る必要があったんだ。好きすぎてダメなのは借り切ってるのに。本当に思った方向には話が進まないのな。まあ気楽に見れていいけど、3期にするか劇場にするか。来週のエンディングで発表だろうな。3期作るほどボリュームがな。柴先生膨らませてくれればいくらでもいける気もするが、年取ると金と時間はあるけど体力なくなるからな。ランニング始めて鍛えようぜ。登場キャラ増えすぎて五条とマリンの関係性がそんなに進まなくなったな。逆に一気に進みそうなフラグはなくもない。棺合わせ終わったらコクルトまで行ってるのに進んでないとは。今の若い世代はオタクでも別に差別されないから。アニメとかでオタクバレして焦る描写あると、なんでってなるらしい。アニメが好きと普通に言える時代になってほんとよかったっす。英語タイトル回収とは新しい。でもオタクが犯罪者予備軍呼ばわりされてたあの時代って一体何だったんだろうと思う時もある。来週合わせやって次のコス決めて終わりってとこ。絵面が女王様や。ジュジュ様の谷間邸邸。この作品時々類線破壊させるから困る。歓喜。来週のアキラのネタバレであの五条が本当にドン引きしてるシーンが楽しみすぎる。アキラッキーの真相は次回に持ち越しか。五条くんからすれば誰からも好かれる陽キャの権下で、文化祭の舞台でも人の目線を集めるのが当然のカリスマみたいに映ってたまりんをまさか嫌う人がいること自体が衝撃だったろうな。来週の24話目で最終回か。大人組で鈴鹿さんだけ過去話ねえのか。鈴鹿さん寿命何度も伸ばしてるから過去編やったら1クール丸々使いそう。サブタイトルのセリフからあの階層入るのかと思ったら、あそこで入れてきてたな。回を増すことにダメな大人たちが面白くなっていく。次回棺が A パート、次のコスプレの前振りが B パートで確定だな。サブタイトルで明かしてるわ。これ棺は今期で終わらなそうだよな。3期あるなら棺で始まってハニエルはねっとりやりそう。だいぶ原作より掘り下げてた感じだった。大満足である。面白いけど何か心に刺さる回だった。ちょいちょい入る大人組のセリフがいいよね。マーコスとかめちゃくちゃ金かかるから大人の趣味だしな。カードとお酒には気をつけるんだ。組み合わせて掛け合わせればもう何も怖くないな。学生は時間と若さはあるけど金がなくて、社会人は若い頃は時間と金はないけど若さはあって、おっさんになると時間も金もあるけど若さがない。金と時間のバランスが一番いいのは大学生あたりだよな。おっさんだけど金ないよ。彼氏がまた部屋に別の女連れ込んでる案件。彼氏じゃないし。空にされた本棚つらい。老後の面倒を放棄される行為。子供の人格否定は一番やっちゃダメだろ。子供のうちに抑圧されると大人で爆発する。言うて親世代がオタクに寛容になったのって最近ではあるからな。親がすでにオタだってのが大きい。この手のものは成長するにつれて卒業するものってのが決まり事みたいな感じだったしな。でも世間の目は割と厳しいぞ。20から30年前に比べれば平気。そりゃまあ女性で190センチメートルは無理ゲーだろ。私男だけど無理ゲーです。男でもなかなかそれでできるやつはいないんだよな。現実の役者も身長なんか大その他でごまかすんだぞ。逆に190超えの長身の俳優は身長差があるのであまり起用しにくいという事情があったりする。ガチでスタイル良い方が逆に不利になるの皮肉すぎる。やっぱ着せこいなんよな。好きなことややりたいことはどんどんやったらいい。そこに体型も年齢も関係ない。できない理由を言い訳にするのではなく、できない理由を克服する工夫をすればいいのだと。素晴らしかった。漫画ばかり読んでるとろくな大人になれないぞと親に聞かされた反動でコスプレを始めたアキラに対して、今のうちはいいけどこのままコスプレばかりしてたらろくな大人になれないだろうなと自問自答していたジュジュ様。そのあたりの対比が印象的でした。キセ恋に登場する大人たち。カード不正利用されたと思ったら過去の自分だったという。ダメな大人かもしれないけど、好きに全力で生きて若者の選択肢を守れる増やせる。何よりもかっこよくて優しくて眩しい憧れの大人だ。
登場する大人が最高の作品はいつだって最高。涙。ジジ様のコスプレ、アキラさんの大人組との出会い。原作の構成改編でこの2場面がブラックロベリアを媒介に同時進行で進み、なりたいものになってよい、いつまでも趣味を好きでいてよいの趣味肯定のメッセージ性が強まった1話の見せ方になってて完璧すぎた。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。